イカロス、やっと帰ってきたね。金は2歳で光を追って羽に墜落した。魔客小隊の力隊長として、イカロスやっと私たちに会った。これはセレガオ長がイカロスに会った映像です。しかし彼らがいる場所はどこでしょう。映像作品の中で、目上の人は子供に会うと普通会議ホールに選びます。秘密が隠された個人的な空間に。ここのシーンも例外ではありません。よく見てみると、イカロスがドアに入ってきたのは、密閉された部屋ではありません。一つの通路です。中には明かりも装飾もありません。もっとよく見たら、族長の前のディスプレイの後ろにドアがあります。では、このドアの後ろには何がありますか？大胆に推測してみましょう。イカロスは不明な子だ。母はいなくなった。弟も療養室に横になっている。唯一生きていた父はいつも族長として、厳しく要求し、彼に仕事をさせる。イカロスは家族愛さえ感じられない。擬態ファイルから見ると、イカロスの奇抜な服装の由来、母の意思を継ぐ、父の教条に反対する。イカロスの着衣スタイルは間違いなく母への追悼です。ではイカロスという名前にはどんな秘密が隠されているのでしょうか。最近タワー学者が増えていることに気づきました。風がレンガを投げて弾を引く作用はすでに達成したようですね。ここで私も遠慮なく引用します。イカロスはギリシャ神話から出ています。デイダロスの息子だ。父と島から逃げた時、羽とワックスで羽を作った。しかしイカロスは飛行中に興奮しすぎたから、そこで彼はどんどん高くなりました。ワックスは高温では溶けます。彼は高く飛べば飛ぶほど、ワックスは溶けやすくなります。最後にワックスが完全に溶けました。ローの語風がない。羽がすぐに散った。翼もバラバラになった。イカロスは上空から墜落して死んだ。幻灯のデザインのインスピレーションもこれに由来しています。セリガー家は太陽を崇拝している。イカロスも光を追いかけていた。彼の光は夢です。PV の概要からわかるように、イカロスは自分の夢を追求するために多くの努力をした。母親の死と弟の昏睡の可能性が高い。この家族の埋葬だけです。人の目を無視しようと決心させたんです。母の意志をしっかり貫徹する。イカロスの服装は自分の救いではありません。母が生きている間は親孝行をしていなかった。失ってから後悔しても間に合わない。これも浄土割れ踊り師の古い言葉に呼応している。子は快楽でキスをしない。これもイカロスの奇抜な服装の由来をよく説明しています。最初の質問に戻りましょう。ドアの後ろは何ですか？イカロスの母親かもしれないと思います。よく知られている。幻灯には身分のある人物がいます。体を見つけることができるのは、死ぬのではなく様々な療養室に横たわっています。サリーはそうだ。アリスはそうだ。クラウディアはそうだ。タロスもそうだ。イカロスの母親もそうかもしれない。族長の前のディスプレイには大量の情報が表示されている。もしこれがドアの制御システムなら、これほど複雑な必要はありません。目の前のディスプレイはドアの制御だけではないと思います。ドアの後ろの部屋の様々な情報もあります。このように推測するにはもう一つの理由があります。場所の合理性。族長はなぜこの中でイカロスに会うことにしたのですか？先ほどお話ししたように、目上の人が子供に会うのは普通会議ホールや個人空間を選びます。秘密の場所を隠している。ここは明るいホールではありません。ドアの後ろがホールなら通路で息子に会う必要はない。ここは個人的な空間かもしれません。秘密が隠されています。イカロスにとっては、彼に触れたのは間違いなく自分の母親だった。もちろんここにはもう一つ可能性があります。私たちは逆に、ドアの後ろは部屋全体の外です。イカロスは弟のお見舞いに来た。だから族長が立っている位置は実は部屋の入り口です。イカロスこそ部屋から出てきたんだ。でもこれではディスプレイに違和感があります。誰がドアの真ん中でこのような大きくて複雑なスクリーンを作るのでしょうか。しかも方向は中を向いています。このエピソードにはもう一つ細かいところがあります。イカロスの動きを見て、ドアに入った後、彼は拳を握るクローズアップを持っている。最初は父への不満だと思っていた。母と弟の不幸を推測する。目の前の男と関係があります。なぜ親子の溝がそんなに深いのかも説明できます。イカロスが父親に反対する教条にもなりました。わざとそれに向かってやる。しかしその後の会話では、イカロスの声は異常に静かだった。そして目と表情にはこれ以上起伏はありません。拳を握ると別の解釈があります。この PV イベントが発生した時間濃度。魔客チームがベラに向かった後、イカロスはハイカーダーに戻って職務を述べた。このストーリーは本筋でも言及されている。10番の紹介状攻撃の前に、イカロスの母親が亡くなった。弟が昏睡している。もし彼に他の兄弟がいなければ、家族の重荷は彼一人にかかってしまう。今回帰ってきたのは父と和解した可能性が高い。自分の負うべき責任を起こす。これはイカロスの文書にも紹介されています。私に加えられた何の責任も逃れません。でも昔のイカロスはそうではなかったと思います。魔客チームの訓練で彼はもっと成熟した。イカロスの変化は人物形成のカラーポイントの一つかもしれません。母の死と弟の昏睡。彼を大きく変えました。大きな成長をもたらしました。イカロスの武器について話しましょう。変更例は、火力少年王を見た仲間は知らないに違いない。これがヨーヨーじゃないですか。幻灯が武器に枷を破るのは驚きだ。でも合理的なのでしょうか。誰がヨーヨーを武器にしますか？ここはこの武器に注意しなければならない。変更例はどんな由来ですか？誇張された形以外は、さらに注目されるのは表面の紋印です。イカロスの二次像を比較すると、大きな既視感があります。同じ色のデザイン、非常に強い一体感と、変更例はイカロスの家族と関係があるような気がします。だからこの武器は、
銀夜の影織と同じ素性。家族からの伝承です。ヨーヨーのような感じがしますが。でも昔はもう一つの暗記があったことを忘れないでください。血滴と呼ばれています。同じ鎖で投げています。それを操作することができます。俗っぽくない殺傷力もあります。そう考えると、ヨーヨーボールを武器にすれば合理的ではないでしょうか。今回の PV もう一つの謎は、イカロスの弟タロス。タロスもギリシャ神話に登場しています。彼はダイダロスの甥だ。才能が常人をはるかに超えている。ダイタツロスの助けがなくても、彼は依然として自分の実力で有名になった。無数の人の称賛を得る。これもデイダロスを嫉妬させました。自分の甥を残忍に殺した。でもバレたんです。彼は逃亡させられた。次はゴズが登場します。タロスは牛の頭だという人が多いのを見ました。それは両者を混同している。デイダロスは逃亡中にクレタ島に着いた。ここで王ミノスに会いました。彼は迷路の家の建設を依頼された。この家はゴズの実の中黒タロスのために住んでいます。2カ所の名前に注意する。ダイタツロスの甥がタロスです。ゴズの名前は実の中黒タロスです。両者は違う。ではこの物語を手がかりに PV でも違和感の源を見つけることができます。タロスは本当にイカロスの実の弟なのか。彼は療養室に横になっている。顔はマスクで覆われていますが、でも髪型や顔からはゲームの一般的なモデルと一致しています。つまりイカロスとタロスの顔は似ていないということです。彼らが異母兄弟か、血のつながっていない兄弟か。もちろんここも推測に過ぎません。これ以上の情報が必要だ。イカロスはタロスと一緒に星空を眺めたと言っていた。翼を探してやろうとしました。イカロスは一体何を探しているのですか？タロスはなぜ昏睡状態になったの？ここでお話しするのは、課金博士。PV にハガドの人が現れたなんて。これがモデル再利用かどうかを確認するために、私は最初にハイガルドを走った。両者のモデルは同じであることが分かりました。特に手の甲の模様は、モデル再利用の可能性を否定した以上、ワーキン博士もセリーガー家に属しています。彼がここにいる理由は何のためなのでしょうか？誰かが彼は執事のようだと思っている。でも私はそうは思わない。まず彼が執事なら、ハイガルドには頻繁には現れません。次に彼がここに現れたのは、タロスを治療する。タロスが療養室に横になっている以上、ここの担当者は課金博士かもしれません。課金博士が自ら治療を担当することができます。弟の昏睡の原因に疑問を持ちました。そしてイカロスが今やっていることは、巣母の存在を探す。タロスの昏睡はまた海域体と関連しているのだろうか。今回のイカロス PV が展示している内容は実はたくさんあります。セリガー家の出現。ハイガルド第9地区の実際の権力者は、旧イエイエからなる長老院。セリガーは太陽を崇拝しています。ハガドの背後には宗教の影があるということです。でも私も気になります。技術が第二地球に移民できるようになったとき、なぜ太陽を尊ぶ家族がいるのでしょうか。このような技術的背景の下で、伝統的な目で太陽を神格化することは不可能だ。太陽が神ではないことを知っていても太陽を尊ぶ。私が考えられる理由はエネルギーだけです。移民前の地球も移民後の間性も、エネルギー問題の泥沼にはまってきました。セリガー家の太陽への評価。地球の現状も側面から反映しています。エネルギーが極めて不足している可能性が高い。このような背景の下で、大量のエネルギーを持つ太陽こそ崇拝の対象となる。ハガドがセリーガー家に現れた以上。では、他の家族はまだ遠いですか？メリルからリンの夜まで、そしてイカロスに。舞台裏の家族がだんだん浮上してきた。ノーン連邦はどのような構成になるのでしょうか？大災害前の実際の権力者は誰だろう？最初は植民地者は開拓者だと思っていました。新しい惑星を発見した後、彼らが担っているのは開墾の重責である。しかし現在の情報からすると、家族は最初の移民にも参加しました。これは新たな奪い合いになるのか？また話が遠くなった。続けてイカロスに戻りましょう。彼のデザインには奇抜な服装だけでなく、鎖の元素も大量に使われています。イカロスは光を追うものだ。自分の夢を追うためにめり進む。鎖は世俗の鎖のようなものです。彼は伝統を破った人です。はい、今期はこれで終わります。ご風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。